YZF-R7 バイクレビュー、そしてね、私2022年モデルの R7 乗ってるんで、それと比較してね、いろいろ調べてみたりとか、とんでもない変化が起こっている、安全に走るための電子制御でもあるということで、バイク乗りの皆様に朗報でございます。これはやばいなと、値段がすげえ上がってんじゃないかなと思ったんですけど、YZF-R7 2026年モデル新型に乗らせていただいております。というかね、乗り調べたレビューというものはね、ちょっと長めにやっぱ乗れば乗るほど精度が上がるのかなと思い、2週間ほどですかね、今乗ってね、今回のね、この YZF-R7 バイクレビュー、そしてね、私2022年モデルの R7 乗ってるんで、それと比較してね、いろいろ調べてみたりとか、あとはね、長所短所、身ぐるみ剥がしまくって、隅々まで調べましたので、最新のね、大型バイクどんなのなのかなとか、 R7 ちょっと気になってるんですよ、ヤマハのバイク気になってるんですよっていう方ね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。こんな感じでね、我々ねレビュー動画も出したりもしてるんでね、ぜひ、バイク好きの皆さんチャンネル登録、高評価、そしてコメント等もよろしくお願いします。とんでもない変化が起こっている。分かりやすいところで言えばやっぱ見た目ですよね。見た目気づかんかったけどね内緒でバイク買ってても気づかないというドッキリに引っかかるほど見た目は気づかなかったですが、私は R7 に乗っているので気づきます。簡単なところで言うと、ウインカーがねミラーに内蔵されましたね。でライトがね、ライトの形が変更で、これはちょっと分かりにくいですけど、顔周りがちょっと細めになってます。シュッとね、やっぱ空力とかいろいろあるじゃないですか。という面でね、顔周りシュッとして今回もねかっこよくなっております。どうですか、見てください、ちゃんと顔。あとはですね、足つきシート高がね5ミリ下がりました。ちょっとね足つき気持ち良くなりましたね。そうなんや、はい、それってガソリン何レギュラー、それレギュラーなの。はい、今回もね R7 レギュラーです。お財布にも優しいと。素晴らしいな。でガバガバ走っちゃいましょう。もうガバガバ入れてね、よーし、ガソリン満タン、長時満タンで、あとポジションもハンドルがねちょっと手前に来たりとか、体をこう起こした状態で乗りやすくなったりとか、あとは自由度が上がってるレイアウトにはなってますね。で今回新型に伴って新フレーム、新スイングアーム採用されております。であとはサスも改良されてて、もうがっつりしっかり全面的に変わったなっていう印象ですね。であとはホイールですね。ホイールはですね、ヤマハ独自加工技術ですね。そうなの。はい、ホイールとなっておりましてですね、引っ張って伸ばして作られてるホイールなんですけど、軽量化にすごい寄与していると。バネ下を軽くするのは結構重要っていう風に何でも言うじゃないですか。ホイールをね軽くしたりとか、あとはフロントフォークのピストンロッドをアルミにしたりとか、結構軽量化にはお持ちで、見てたらいろんなとこでこだわっていってるっていう印象を受けます。でこの乗っててすぐ分かる変更点って言ったら、このやっぱメーター、これフルカラーになっております。はい、いや綺麗やでこれ。綺麗よな。だってさ、こういうのって大体横から見たら見えへんやつ結構あるけど、内からでもよく見えるからな。そうなんやこれはね後にね説明する中身の話でね、いろいろここに表示すべきものが必要ということで、画面を大きく、さらに画面を見やすくということでね、こうなってると思いますね。であとはここから見える範囲でいうとこれですよね。こうハンドルクラウンの肉抜き、ほんまや、すごー。前まで埋まってたんですけどっていうのが外観とか見た目だったりとかね、外のパーツ的な話なんですけど、今度は中身ですよね。結構サスペンションとかね、中身的なところは話してしまいましたけれども、今回表現するこの中身は一番大きな変更点じゃないかと思われる電子制御フル装備でございますね。私が乗っている2022年のね R7 は、電子制御って言っても ABS がついてるぐらいだったんですよ。でR7 そういう形でずっと来てたんですけど、ここに来て R9 とね同じものの電子制御フル装備しております。すごー。これはねヤマハの最新モデルにどんどん採用されてるし、この R1 にもねこう搭載されている技術、6軸 IMU ですよね。もうバイクが今どうなっているのか、全てね電子制御にこう落とし込んでくれるシステム、パーツとなってるんですけども、それらを装備してありとあらゆるものが電子制御でコントロールされるようになってる。よく聞くトラクションコントロールだったりとかね、あとはリフトコントロール、あとはスライドコントロールですよね。さらにブレーキコントロール。ブレーキコントロールはですね、
バンク中にタイヤのねスリップを検知して、あ、やばい滑ってるかもっていうのを検知して、ブレーキのかけ具合を制御してくれるみたいな。すごすぎ。だからもうレースを走る上での電子制御、速く走るための装備でもある、プラスアルファこういう街の上とかでもね安全に走るための電子制御でもあるということで、何から何まで助けてくれます。でもちろんねスロットルのコントロールもね電子制御なんで、このアクセルのね開け閉めをこう電子制御でねコントロールしてくれてるんで、クルーズコントロールですよね、こちらも搭載されております。60キロで走りたいなと思ったら60キロずっと走れるやつね。ちょっと高速で試してみましたけど、楽やった？手首をね力入れてんねいい部分は楽。わかる。ほんまにさ、開けっぱなしにしてたら腕しびれてくるもんな。そうそう、ちょっとひねっとかないとあかんっていうその角度がね、長距離やと疲れてきたりするんですけど、クルーズコントロールによってね長距離でも疲れにくい。さらにですね、これ R9 の車両レビューでも話しましたけど、この楽しいバイクなんでね、やっぱりどうしてもスピードが出てしまう、速く走りたくなってしまうというバイク乗りの皆様に朗報でございます。最高速度のね、これ以上出さないでくださいよという制御装置までついております。いわゆるリミッターですよね。それをセットすることによって、この道だとね60キロなんで60キロでセットしておけば、どれだけアクセルをねぶん回そうが60キロと決められるという首輪がついております。いろいろな電子制御ついてて、自分でも細かく設定できたりとかね、レース用セッティングにできたりとかあるんですけど、やっぱ玉里さん、機械音痴じゃないですか。私ちょっと無理ですね。そう、わからないでしょ設定が。わからない。その場合も問題ございません。なんで？ YRC モードっていうのがついてるんでね、モードボタンを押すだけでね最適化された、モードを選ぶことができます。いい状態のやつが保存されてるみたいな感じ？そう、プリセット化されてるんで、ポチッと押すとね、今ストリートにしてて街乗りなんでねストリートを選んでるんですけど、右手のねモードっていうところをねポチッと押すと、ストリート、スポーツ、カスタム、レインという風にね、結構分かりやすいそのままですね。ストリートが普通の街中で、スポーツがちょっと峠とか走りたいなみたいな、レインは雨の日とかねちょっと不安定な場所を走りたい時、優しくねバイクが動き出すようにしてくれるモードなんですけど、レインはいいな。そう欲しいな。結構ねマイルドになってくれますね。でいろいろセッティングしたいなっていう人はねカスタムを選んでもらえれば、カスタムでね自分で細かく設定できるというモードもありますけど、モード選択で電子制御どういう風にかけたいなっていうのを選べるっていう風になってますね。あとではクイックシフターですね。クイックシフターも今回搭載されておりますね。メーターにもねクイックシフターが使えるんであれば緑のランプが出るようになっておるんですけれども、結構ねスムーズ。これも R9 も乗ってるから乗ったことあるから分かるんですけど、なんか全然劣った感じはしない。マジで同じものがついてるって感じだね。という感じでねいろいろね紹介してきましたけども、このバイクの魅力的なポイントをね、やっぱ一番の長所というかすごいなっていうところ、やっぱ今回電子制御をモリモリに盛り込んだところではないでしょうか。すごい面白いな。めちゃくちゃ入りましたね。もうすごいですもんこれ。ボタンここにねいっぱいあって、でウインカーはこれ最近突き出したね、このどっちかを押すやつね。押して真ん中に戻してじゃなくて、押して消すときはもう一回同じボタンを押して消すみたいなやつですね。で軽く押すと3秒間だけついてね、車線変更用に勝手に消えてくれるみたいなね、そういうタイプのウインカーになってるんですけども、あとほっといてもね距離走るとね消えるやつも今回ついております。ウインカー出してからね自動で消えるシステムもついておりますね。という感じで電子制御部分の進化がもう半端ないと。今回なんか普通にさ走ってても楽しいけど、そういう機能とかをさいろいろいじって使いこなしたらもっと楽しくなっていくな。そうやね、面白みはすごいあるよね。幅広く使える。今回ねそんだけ電子制御つけたらやっぱ機械って高いじゃないですか。だからもうこれはやばいなと、値段がすげえ上がってんじゃないかなと思ったんですけど、そら上がってないとおかしいやろ。そうなんですよ。ってぐらいねもう進化がすごいんで、私もねビクビクとしておったんですけども、金額見るとねちょっと待ってほしいけどさ、ビクビクする必要ない、買わないですよね。そうビクビクする人、そこビクビクする人、なんかおかしいけどビクビクはせえへんよな。いやそうですね、まだわからないですけどね、なんとですねこの車両116万6000円となっております。116万6000円。ちなみにこの前のモデルの2025年モデルがあるじゃないですか。そちらはこのようにね電子制御とかモリモリについてなかったんで105万4900円なんで、約11万円のプラスにとどまっております。全てと言ってもいいんじゃないかぐらいの電子制御をつけてそれぐらいにとどまってるんで、結構すごいんじゃないかなと。結構もう最新技術全部味わえてその差っていうのね、すごいんじゃないかなと
思っておりますね。すごいな。これちなみにはい。すごいなっていうのは買っていいよっていう意味ではそうなんやないからね。安いなって思う。ないからね。安いなと思いましたでいやしょ。安いなとは正直思ってる。そうでしょ。 R シリーズはほんまに安いなって思うよ。そうなんよな。すごい親しみやすい排気量。うん。街中でも別に乗りやすいし、スポーツ走行しても楽しいし、価格もね、そのまあお手頃とは簡単には言えないですけれども、納得価格というかね。納得できる、そう、納得価なん格や。で大型の所有感もしっかりあり、ルックスもかっこいい。もうこんな完璧やん。買っていいっていう話ではない。まあでもね、まあ一応ね、俺もその R7 長いこと乗ってるし、まあこのバイクもね、長期間ね、まあまだ2週間ですけどね、まあ、でも距離もね、結構ね、数百キロ乗ったんですよ。おお、乗ったね。だいぶ乗ってるよな。そう、正直ね、乗って、で、まあやっぱ欠点も見えてくるじゃないですか。自分の感覚なんで、まあみんなそう感じるかわかんないですけど、22年モデルの R7 よりかは排熱が熱くなってますね。あ、感覚の部分やな。はい、熱くなってますね。なんか、カウルの形状が変わってるんで、可能性は全然あります。ああ、そうか。はい、太ももに来る熱の感じがまあ22年モデルの R7 よりちょっと熱く感じるかもっていう気はしますね。でもこれは実際に、はい、この新型の R7 を乗って、すぐに自分の R7 乗った感想やもんな。そうそう、一応ね、勘違いやったんが自分の R7 も乗ってみたんですよ、その後すぐに。やっぱ違うんですよね。やっぱちょっと暑いなっていう感じがする。ただですね、まあ、暑いってことは熱がしっかり抜けてるっていうことにもなるんで、その分はねしっかり冷やせてるという。バイクにとっては優しいかな。そうですね、しっかり冷やせてるっていう受け取り方もできるのかなと思いましてですね、まあまあそれはね、どちらを取るかちょっとまあ抜けを良くしてすぐちょっと排熱が出るようになったという。あとはこれはまあ R7 だけじゃないんですけど、まあ、欠点じゃないですけど、いろいろさこうつくやん。クイックシフターついてさ、クイックシフターの表示がある部分とか、あとはこのクルーズコントロールセットして速度何にセットしようかなみたいな、いろいろあるじゃないですか。このクイックシフターも使えるよってなったら緑のランプがつくんですけど、まあこんなんなんですよね、画面に出てるのが。だからこう走りながら、そうそう、今使えると見るのは結構厳しい。いやでもそれ改善点ある？いやこれはね多分難しいです。だってこれだけ画面を大きくして分かりにくいじゃないですか。もうこの辺にでかいランプつけるぐらいしかないじゃないですか、やるとしたら。難しいですよね。そう難しいんですよ。だからだってそんだけ軽量化してくれてんのにそこにランプつけたらもったいなくない？そうだからどうしようもないなっていうのは全然わかるんどうしようもないけど、なかなかやっぱ見ながらやろうと思ったら見にくい表記やなっていうのはありますね。これも将来的にこのバイク自体がその Y コネクトとか使ってやっぱスマホのアプリと連動したりとかねできるようになってるわけなんですよ。ああ、なるほど。はい、いろんなねナビとか天気とかねバイクの状態とかねこういろいろ連携できるようになってきてるんで、まあ、この R7 もねここまでこう最先端の状態になってきてるんで、まあゆくゆくはスクリーンに出だすんじゃないかなっていう。スマートにな。そう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 、まあ、これだけねいろいろ表示させない内容が出てくるともう難しい、正直難しいよ。だからまあこれは欠点じゃないですけどね、こうなったらいいなみたいな希望、これはね全然 R7 に限らずの話なんで、最新バイクはねなんかこうどんどんそういう風に進化していくんじゃないかなってちょっと思ったりはしてるんですけど、っていう感じでね欠点にも触れてみましたけれども、まあ最後の最後ねレンタルでも市場でもねちょっとなかなかやりにくいことをしてみようと思って2022年モデルの俺が乗ってる R7 でちょっと1個不満点が後からあったんですよ。それが俺結構さその冬場とかバッテリーを外したりするんですよ。あ、乗らない期間ね。そう整備的な意味でバッテリー取ったりすることがあるんですけど、フレームが通ってるんですよね。上にフレームをガバッと外さないとバッテリーのねプラス側にアクセスできないという、それがちょっと煩わしいなって思ってたんですけど、ネジがね6個ぐらいついててそこだけでまあフレームなんでやっぱ強度がねいるのかなと思うんですけど、そうめんどくさいなと思ってたんですよ。ただね今回開けてみました、シート下を。おお開けるんですね。ちょっと気になってバッテリーどうなったかなと思って、なんとですね避けてましたね。プラス側避けてくれてました、はい。まあ、前はフレームがかかってた、プラス端子側に充電したい時バッテリーを、バッテリーのねプラスマイナス両方にクリップつけたい、でもフレーム取らなできひんみたいな、今回はバッテリーの真ん中をフレーム通してプラスマイナス両方を避けてたね。まあゴリゴリ細かいところですけど、いやでもそれはほんまに所有して、そう所有するとやっぱ整備性ってやっぱ重要になってくるやん、お付き合いとしてね。重要になるよ。今後のお付き合い大事なところ。そうやっぱ気になって、なんで見たん？
いや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 、別に今後のなんかは別にそうなんだ。いや気になったんよ、単純に。気になったから。そうそうそう別に今後整備するとかじゃなくて。そうそう別に。よかった。いやまあそれまあということでいかがだったでしょうか。新型ね2026年 ZF-R7 をねご紹介させていただきましたけれども、今回もね面白いバイクになっておりました。どうですか、友里さん。これは皆さん欲しくなる。そうやな、それちょっと気になっちゃうバイクじゃあるな。気になっちゃう。そうなんですよねえ。ということでね、皆さんもねどうでしたでしょうか。まあ最新のねバイク今度乗ってるんやとかね、こういうところに驚きましたとかね、なんかいろいろコメントありましたらぜひね書いてくださいまし。またねこのね新型 R7 のねツーリングのシリーズもねドッキリに始まり、いろんなところに行くツーリングシリーズもね公開されていきますので、ぜひそちらもねチャンネル登録してチェックしていただければと思います。ということで以上6ページバイクでしょう。最後に一言だけ言っといてもらっていい？今締めたら何ですか。はい、何でしょう。僕は新型 R7 を僕は新型 R7 を買いません。ということで以上ランページマンキーでした。声ちっちゃでかっ、これやばい。